目と心臓の病気を持つ母の付き添いという参加動機が大きくありました。信仰的に厳しい両親のもとで育った私は、親の願いだからと礼拝参加や日々の訓読は行っていましたが、心が伴わず、いまいち深い祈祷ができずに変わり映えのない、ましてや霊界を意識したりすることのない日々を過ごしていました。しかし天使園徹夜聖聖で祈ると、サタン世界から子女を守るために必死に教育する両親の切なる心情や、母自身が自分に厳しく、その厳しさが愛の裏返しになっていることを悟ることができました。こんにちは。私は1800層米山正治道代家庭の娘米山智美です。私は今日で40週連会37日目になります。実は今回の40週に参加するようになったきっかけは、目と心臓の病気を持つ母の付き添いという参加動機が大きくありました。しかし今分かったのですが、40週で参加した天心園徹夜聖聖の恩恵がとても大きく、天の父母様が母を通して私を呼んでくださったのだと感じています。40週を通して私は今までいわば観念的な信仰しかできていなかったことに気づきました。信仰的に厳しい両親のもとで育った私は、親の願いだからと礼拝参加や日々の訓読は行っていましたが、心が伴わず、いまいち深い祈祷ができずに変わり映えのない、ましてや霊界を意識したりすることのない日々を過ごしていました。二世という立場が尊いということも頭では理解していても、心からの信仰を持てていない私なんて、と身胸に積極的になれずにいました。実は母は緑内障により左目を失明していて、さらに心臓の血管に詰まりもあるため、一人では修練所での生活が不安なため、母が40週を受けるには必ず付き添いが必要でした。私はその母の誘いに以前2回40週に参加したので、3回目に出るのも悪くないと考え、今回参加することにしました。また、授かった祝福を今年に入って解消してしまったことに対して、心情を整理したいという思いもありました。40日修練会が始まり何日かして、朝の聖地に登るとき、朝の澄んだ空気や木の葉の間から差す柔らかい日差し、涼しい風、目の前に現れる動物たちを通して、私は愛されていて、天の父母様が私をここに呼ばれたんだと悟った瞬間、涙を流しながら祝福の木まで上がりました。私に祝福を通して天の父母様が与えたかった幸せと、愛をなすことができなかった後悔の思いと、自分への恨みを抱えていた私に、チョンピョン聖地の自然を通して、こんな私にも愛を感じさせてくださった親なる天の父母様であることを知らせてくださったことに、心から感謝申し上げます。20日目を過ぎた頃、天心園で祈りながら突然人類という言葉について悟りをくださいました。今まで人類と聞くと、今生きている世界の人々と考えていたのですが、天の父母様、誠の父母様が見つめられる人類とは、誠の父母様に会いたくても会えなかった、歴史以来生まれては死んでいった人々、先祖たち、またこれから生まれてくる子孫たちすべてを含めた人類なのだと教えてくださいました。その日は薬事をする時間の間、私を通してしか救われる道のない悪霊たちの深刻な心情と辛かった心情を感じ、霊たちへの慰労の気持ちと感謝の気持ちで涙を流しました。7月9日の徹夜聖聖で、イギソン園長の御言葉に、数億万のアベルたちの血の功労によって父母様が来られたという御言葉を受け、この内容を天は私に教えたかったのだと強く感じました。そして誠の父母様と同時代圏に生きる私たちの立場がいかに恩恵深く、また責任が大きいかということも知りました。そして先祖解怨、祝福結婚の道を開いてくださったことが本当に感謝なことだと思いました。しかし私は誠の父母様と同時代圏に生きる二世として生まれたことに負担を感じたり、厳しい教育で心に傷を抱えたり、御言葉と実際の家庭の状況のギャップによって多くの二世が離れていってしまったことを考えると、これによって離れていった本人たちは天の父母様から愛されたかったでしょうし、天の父母様は彼らを愛したいのに、
その愛がわからない寂しい子女の心を知っていらっしゃる天の父母様と誠の父母様の心情を考えるとき、涙が止まらなくなりました。私自身も親に対する反が大きく、この修練会中も母とぶつかる時がありました。母の語る言葉が裁きに聞こえ、この年になっても私の信仰心を信じてもらえないのだと悲しくなりました。信仰的には尊敬する両親ですが、人間的な目で見てしまい、堕落性や欠点ばかりが見えて、私も御言葉を利用して親を裁いていたと分かりました。しかし天使園徹夜聖聖で祈ると、サタン世界から子女を守るために必死に教育する両親の切なる心情や、母自身が自分に厳しく、その厳しさが愛の裏返しになっていることを悟ることができました。自分に厳しい母を私が褒めて愛して、天の子女として十分身旨を頑張ってきたねと慰労したい気持ちになりました。その時から心が楽になり、恨み以上に母を愛したい思いが湧くようになる奇跡が起きました。これからは私と同じように親との確執で教会を離れてしまったり、祝福でつまずいて教会に来づらくなった同じ教会の姉妹たちをこめ祈祷しながら連絡を取り、お母様のもとへ帰って来られるよう力を尽くしていこうと決意します。今まで観念的な信仰しかできていなかった私でしたが、天心園徹夜聖聖を通して天の父母様、誠の父母様の愛に浸かり、心に開いた穴が埋められていくのを感じています。私は愛されているし、ずっと降り注がれていた愛に気づくことができ、これが生まれ変わるということなのだと実感しました。今度は私が天を愛し、人を愛する番になりました。この40日修練会が終わり、日本に帰ってからも、天心園徹夜聖聖が摂理の中心であり、天の願いであることを第一と考えて生活したいと思います。今こそお母様と一つとなり、お母様の手となり足となって歩む私になりたいと思います。最後に、お母さん、今まで私を大切に育ててくれてありがとう。ワンオンマサラムダ、カムザムダ。